こんにちは、メイです。今回は田舎に新築を建て家族と過ごす家をテーマに部屋を作りました。和だけどとても現代チックなお部屋にしたので過ごしやすいんじゃないかなと思います。今回ゆうかりさんから縁側が欲しい、和風な感じを残しつつ家族と過ごしやすく、娘と息子がいるから散らかっていても隠しやすい間取りがいいとのご要望をいただきました。この3つの要望を叶えつつお部屋を作っていきます。はじめに部屋の概要です。部屋の大きさは最大、窓はなし、エントランスは右から2番目、明るさは白で最大の明るさ。ど田舎に建てる新築なので周りは山と畑ということで環境音は高原です。壁と床の概要です。今回の和の要素はほぼ壁紙の障子だけです。今回はこのような感じで4分割していきます。奥の部分に縁側を作ります。フローリングタイルを一直線に敷いておけばそれっぽくなります。一部だけ壁をつけて和の部分を強調します。縁側は横に広いのでなるべく柱などを立てないようにします。横に広くても高さはあまりないのでこの部分にステッカーを貼って高さを調整します。障子の壁紙に合うようにそれっぽいマイレザを描きました。ステッカーは仕切り壁の中にも貼ると横から見た時に違和感が少なくなります。一旦これで大まかに縁側ができました。細かい調整はちょっとずつしていきますね。リビングを作る下準備として玄関の方にラグを敷いておきます。先にラグを敷く理由としては場所の区切りを明確に分けるためです。階段のマイレザもタイルマットとして飾っていきます。今回はいろんな方のマイレザを使わせてもらっています。ここにキッチンとダイニングスペースを作ります。縁側とリビングを明確に分けるために柱を何本か追加します。今回ゆうかりさんのご要望の散らかっていても大丈夫な間取りにするためにキッチンをコの字で囲うような間取りにしていきます。コの字にしていくことによって玄関からは散らかりが見えにくい。カウンターに収納がついている体にすると収納スペースも増えます。ポイントは手前のカウンターは低くして部屋が狭くても奥行きがあるような錯覚を起こさせます。そして次のポイントは家具にも明るい木材を使うことによって部屋全体の狭さを軽減させます。家族と一緒に過ごす時間を最を重視するゆうかりさんのご希望により奥のカウンターは子供がここで勉強できるようなイメージです。まだお子様が小学生くらいなのでリビングに入り浸る想定です。この字型にしたのにはもう一つ理由があって、お子様が思春期を迎えられた頃対面だとなかなか話しづらかったりするんですけど、椅子の位置が90度の位置だと話しやすくなるメリットがあります。カウンセリングなどでもよく使われる手法ですね。向かい合って食べたい時はリビングに机を出すなど工夫がいりますけどね。この部分に部屋に続くドアをつけたいので全面にステッカーを貼っていきます。和風な壁紙は無垢材のような家具やデザインがよく合いますね。住み心地を重視した和モダンの場合はライトウッドだと過ごしやすくなると思います。帰ってきてすぐに手が洗えるようにここに洗面台を置きます。確実に洗ってもらうための工夫です。左手前に玄関と少しだけ収納スペースを作ります。まずは玄関とリビングの境目をカウンターで区切ります。ここのカウンターはあえて高くします。リビングの床に散らかった子供のおもちゃなどを見えづらくするためです。帰ってきてすぐにコートをかけたりいつも持っていくものをしまう場所にします。こういう場所があるだけで少し散らかりにくくなります。現実の家だと玄関から見えにくくなるよう工夫されていたりします。手洗い場を遠くに分けたのもお客さんが来た時のことを想定しています。キッチン横を通るので現実なら壁を設置したいところですね。リビングを作ります。
障子を木製パーテーション M で隠していきます。自然な感じになるように柱を立てていきます。障子が不自然なので柱で間を埋めていきます。リビングはあまり物を置かないようにして余白を多めに取ります。テーブルはあえて置きません。テレビは椅子と同じ位置になるように真ん中に置きます。ちびっこのおもちゃ箱は玄関から四角になる位置に置きます。生地のベンチを作ります。カウンター L とパーテーションを組み合わせてクッションを置けば完成です。部屋全体のバランスを崩さずにベンチができました。玄関とリビングの間にライトをつけていきます。和風っぽさを取り入れるためにおじいちゃんが持ってきた盆栽を飾っておきます。ちびっこがいるので一番奥に置きます。この部分に他の部屋の入り口をつけます。昔ながらの家だとこの部分にトイレがありますが、今回は何らかの部屋にします。足りない部分は観葉植物で埋めていきます。真上から見るとこんな感じになりました。椅子の位置を揃えたり大きな家具の色を揃えることで統一感を出しました。ユーカリさんのご要望3つ叶えられたんじゃないでしょうか。これで完成です。家族と過ごすための縁側のある部屋はいかがだったでしょうか。お子さんが小さい時から大きくなった時のことを考えた部屋作りはとても楽しかったです。小物を置いていったら結構生活感出たなぁという印象です。障子が意外といい味出してるねと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回もおまけをつけたのでぜひ見ていってください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。